はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木でございます。で、今日のテーマなんですけども、アメリカには消費税がないって本当っていうテーマでやっていきたいと思っています。はい、そうなんですよ。実はアメリカには消費税はありません。はい。あるのはですね、セールスタックスと呼ばれるですね、小売売上税と呼ばれるものなんですね。で、小売売上税っていうのは消費税じゃないのっていうことなんですけど、まあ似てるんですけどね、全然違うものなんです、実は。はい。で、消費税ってじゃあそもそも何なのっていうとですね、消費税っていうのは、製造から最終的にエンドユーザーまでに商品とかサービスが届くまでのその全ての段階の過程で課される税金なんですね。どういうことかっていうと、商品を製造するメーカーがあるじゃないですか。で、そのメーカーが、卸売業に売りますよね。で、卸売業が小売業者に卸しますと。で、小売業者が最終的にエンドユーザーに販売するわけなんですけど、ここはですね、この段階で全てに税金がかかる。これをですね、消費税っていうふうに言います。で、逆にですね、アメリカのその小売売上税、セールスタックスですね。これ何なのかっていうと、小売業者がエンドユーザーに商品を販売するときにかかる税金。これしか課税されないんですね。ということは、製造元のメーカーとかですね、メーカーから卸業者から小売業者の段階では課税されないんですね。面白いですよね、これね。つまり、エンドユーザーのみが払う税金。これが小売売上税と呼ばれるものです。で、アメリカではですね、日本のように国で一律税率ではなくって、州管轄で決められてるんですよ。なので、州レベルでその税率が違ってるんですね。で、州レベルで税金が違う上で、その州の中に今度郡とか市が出てくるんですけども、その郡とか市によっても税率が違うんですよ。つまり、その州でそのベースの税率が決まってるんですね。例えばカリフォルニアだったら、7.25% っていう税金があるんですけども、それがまずベースでありますと。で、その次に郡、ロサンゼルス郡とか、あとはオレンジカウンティー郡なんていうのがあるんですけど、そのロサンゼルス郡が、何%で、ロサンゼルス郡の中に今度は、そのロサンゼルス市とか、トーランス市とかレドンドビーチ市とかっていう市が出てくるんですけど、その市の今度税率がかかってくるんです。面白いですよね。いろんなものがこう複合的になって小売売上税というのが決まってるということなんですね。アメリカはですね、州によっては 0% っていう税率を掲げているその州もあるんですね。オレゴン州だったりとか、モンタナ州とかデラウェア州なんていったところは 0% なんですよね。州や郡とかその市のですね、リーダーが戦略的に調整できるんですよ。これっていうのは結構面白いなと思うんですよね。例えばその、じゃあ人をもっと増やしたいと。最近ちょっと人が結構他の州に流れちゃってってる。住んでくれる人たちをもっと誘致したいと。じゃあ、ちょっと消費税を下げて、もうちょっと魅力的な州だったりとか郡だったりとか市にしてですね、人をもっと集めようかなみたいなその戦略が取れるじゃないですか。この辺はね、すごく面白いなと思います。で、この小売売上税というのは基本的にはその物品にかかってくるものなんですけども、サービスとかですね、無形商品には非課税になっているんですね。じゃあこのサービスって何なのっていうと、例えばですね、医療の診療だったりとか、あとは工賃っていうのは、うちなんかは車の整備なんかもやってるんですけども、例えばじゃあ、ヘッドライトの交換をしましょうってなった時に、じゃあヘッドライトの交換代金ってどうなってるかっていうと、まずそのパーツ代がありますよね。ヘッドライトのバルブのパーツ代、これは物なので小売売上税がかかる、セールスタックスがかかるんですよ。ただその交換する時にかかった人件費、工賃ですよね。これが例えばじゃあ$40かかります。これは非課税なんです。面白いですよね。あとはその無形商品、保険とか形があるわけじゃないじゃないですか。で、なんでアメリカが消費税を採用しないで小売売上税を採用しているかっていうと、いくつか理由があるんですね。一つはですね、消費税の場合は管理が複雑になるという点があります。これどういうことかっていうと、例えばじゃあ生肉は免税対象とするじゃないですか。だけどその加工肉、例えば、ソーセージとか、これは課税対象だとするじゃないですか。そうすると消費税だった場合どういう問題が起こるかっていうと、例えばその製造元が卸業者に生肉を販売しますよと。で、卸業者が小売業者にそのまま生肉で卸しますよと。で、小売業者がそれを加工してソーセージにしましたよ。で、これをお客さんに販売しますよ。これどうなるかっていうと、加工肉は
課税対象だから、小売業者はお客さんに税金を求めます。消費税を課税しますよねと。ただじゃあその小売業者が卸業者から生肉を買った時ってこれ税金かかんないのっていう話になってくるじゃないですか。このあたりがですね非常に複雑になってくるんですよね。でそれを管理するのに当然ね管理コストがかかってくるじゃないですか。なのでここがちょっとねその微妙だなっていうところがあると言われています。でそれからですねあとはアメリカだとその若者がですねアメリカンドリームを夢見てね起業する風土があるんですけども、それを国としては是としていますと。ただじゃあ起業したばっかりでいろんな商品を仕入れる時に全てに税金がかかるとなるとこれたまったもんじゃないですよね。せっかく素晴らしいアイデアと行動力で起業をしてもですね財政難で潰れてしまうってことになっちゃうと元も子もないというふうに考えられていますと。そういう観点からもアメリカっていうのは起業して成功しやすいっていう環境が作られてるっていうのもあるんですよね。最後にですね私鈴木の個人的な意見なんですけども、私個人的にはですね日本のような国一律の消費税という形ではなくって、やっぱアメリカのですね州別の小売税の方が合理的なんじゃないかなと思うんですね。やっぱり何かやっぱシンプルっていうのがベストだし、で起業家にとってはとてもありがたい制度なんですよね。で特にですねうちのようなですねその車を扱っているような会社っていうのはとにかくコストがかかるんですよ。その仕入れコストっていうのも本当にすごいお金がかかるので、これに対して全部消費税がかかるって考えると本当にすごく大変だなと思います。で管理がですね国一律だと変える時に大騒ぎするじゃないですか。でいろんな人がいろんなこと言うからね全然決まんないみたいなことってやっぱりあると思うんですけども、アメリカだとですねその州別になっているので、その首長さんが財政を見ながらですね戦略的に決めれると、結局ですねその消費税上げたり下げたりとかってやってみなきゃ分かんないわけじゃないですか。なので選ばれたリーダーが決めれるっていう制度がとても大事だなと私個人的には思っています。